皆さんこんにちは、クレアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はこちらダイソーさんのクリアバッグ、毎年私アレンジをしているんですけれども、このクリアバッグを元にして編みくるみのバッグを編んでいこうかなと思います。今回使用する糸はこれもダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 カラーナンバーが RE の13ラベンダーの糸を使用していきます。でこれは面が 100% で 40g96 メートルの長さ、おすすめの塩針はかぎ針は6号針です。はい、これですね。こちらの糸を使用していこうと思います。でアレンジするバッグはこのダイソーさんのクリアバッグになります。でちょっとタグを外してしまったのでないんですけれども、ここに情報が載ってるかなと思うので、こちらの方を参考にしてみてください。このバッグを使用していこうかなと思います。それから使用する道具とかぎ針はこちらです。かぎ針は指定通りな感じで6号針 3.5mm を使用していきます。でその他にハサミですね。で段数マーカーととじ針で、今回副資材として使用するのがこちらのメタルホックになります。セリアさんの直径 14mm、2組入りの手でつけれるメタルホック、これを使用していきます。で持ち手1つにつき2つ使わなきゃいけないので、もしもセリアさんのこれで使用される場合には2つ必要になるかなと思います。で他にもカシメとかでもできますし、お家にあるボタンとかでもですね、お手持ちのものでもできますので、そちらの方でも試してみてください。私は今回メタルホックを使用していきます。でそれから使用するのがこちらですね。強力布用の両面テープ、これを使用していきます。これはダイソーさんに売っているものなんですけれども、こんな感じのね普通の両面テープなんですが、手芸コーナーに強力布用両面テープということで売ってるんですね。布とか工作とかに使えるので、普通の両面テープではちょっとやったことがないのでわかんないんですけど、バッグとそれから編んだものですね、そこをくっつけるためにこれを使用していきます。でそれからクリップも使用していきます。これも編んだものとバッグと合わせる時にグルーガンでこう合わせて縫って合わせていくんですけれども、その時にずれないように挟むためのものです。なので他のお手持ちのものでも全然事務用のクリップで、これ手芸用なんですけども、これも100均で買いました。事務用のクリップでもいいし、もうなければもう洗濯バサミとか何でも挟むものでできますので、はい、やってみてください。でそれからこれですね、グルーガン。これも私はダイソーさんで購入したと思うんですよね。ダイソーさんで購入しました。でこのグルースティックもダイソーさんに売ってますので、ほとんど100均ですよね。全部100均かなっていう感じなので、100均の材料で今回も作っていこうかなと思います。とっても夏らしいバッグが編めるかなと思いますので、ぜひぜひチャレンジしていただければ嬉しいです。それではまずバッグの大きさから測っていこうと思います。横幅が 32.5 センチで、ここに線がこう入っているんですけれども、この間のところ、これを測っていきますと、21.5 センチです。で上下ですね、測っていって21.5 センチ、ここもですね。でマチの部分のこの上下のところが 11.5 センチで、マチのところもここに線がこう入っていると思うんですけど、ここからここまでですね、測っていくとこれで 21.5 センチ、ここと一緒なのでね 21.5 センチになっております。で持ち手のところを測っていくと、持ち手で26センチの長さです。これを基準にして、ではこれから合わせて編んでいこうと思います。それでは今回はこの底の部分、この横のところに鎖を編んでって、こんな感じで上に往復編みで編んでいこうと思います。それではかぎ針は6号針 3.5mm を使用して編んでいきます。で今回往復編みで編んでって、でぐるっと周りに細編みで整えてから側面に入っていこうと思っているので、なので糸端編みくるんじゃうので、少し残す程度で大丈夫です。で模様編みは2目で1模様にしようと思っていて、往復編みで編んでいくので、それにプラス1目した数で往復編みで編んでいきます。なので今回は2の倍数ということで、34目プラス1目の分で35目の鎖を編んでいきます。鎖を35目編んできました。で0センチに合わせて測っていくと、だいたい22
2.5 センチぐらいかなっていう長さになってます。で模様編みを編んでいくと少し小さくなる傾向にあるので、この35目でいこうかなと思います。それでは1段目です。まず鎖を1つ立ち上げて、2目めの裏山、ここにまず細編みを1目編みます。でマーカーをつけておいて目印にしておいて、で次の目を鎖にしようと思うのでちょっとゆったりめですね。鎖細編みでいこうと思うので鎖をゆったりめに編んで、次の目これをスキップします。一つスキップした次の目にまた裏山に細編み、これの繰り返しで1段目をいこうと思います。でまた鎖ゆったりめに編んで次の目をスキップで次の目の裏山に入れて細編み、鎖を1目スキップして次の目の裏山に細編みという感じで、細編み鎖細編み鎖で鎖のところは1つ裏山をスキップするという感じで端まで編んでいきます。はい、端まで編んできました。で1つスキップした次の目ということで、一番端っこのこの目に細編みを編んで1段目の終了です。で長さを測ってみようと思います。20.5 ぐらいになっているんですけれども、また上編むとちょっと大きくなったりとかするので、今時点でこれぐらいで、ちょっと最終的にあと 2,3 段ぐらい編んで様子を見ようかなと思います。はい、ではですね、次2段目に行きたいと思います。では鎖を1つ立ち上げて裏を向けます。で絶対に右端と左端ですね、マーカーつけたところと今度マーカーつけると思うんですけど、ここのところは必ず普通の細編みになります。普通の細編みというのはこれ普通の細編みですよね。はい、でまたマーカーを目印につけておいて、次の目鎖だったと思うんですよ。この鎖のところの下の鎖、ここに長い細編みを編んでいきます。長い細編みを編むのもここ鎖でちょっと小さくなってるんですけど、こっちをくるっと向けるとここにねポコッと今これ見えたと思います。これ裏山です。ここにありますよね。この裏山の手前の半目1本にかぎ針をこう入れますね。でこの状態で長い細編みを1目で次の細編みをスキップしたいので鎖を1目編みます。ちょっとゆったりめで鎖のところ、これ見えますよね。ここにちょっと鎖見えます。これのポコッと出た裏山の手前のこの半目1本を拾って長い細編みで鎖を1目1つスキップした次の目、鎖のところの手前のこの1本半目を拾って長い細編みという感じで、長い細編み鎖長い細編み鎖、これでまた端まで編んでいきます。こんな感じでずっと端の方まで編んできました。で今長い細編みを編んで次って鎖になると思うんですけれども、一番端っこの目になるので端の目は細編みということなので、一番最後は普通に細編みを編んで、これで2段目の終了になります。それでは3段目です。鎖を1つ立ち上げてくるっとまた向きを変えます。で右端左端は細編みなので普通に細編みを編んで、ここからまた3段目スタートです。でまたマーカーをつけておきます。でマーカーをつけたら次前段で細編み長い細編みだったので、1段目と一緒で鎖を編みます。で鎖のところがその長い細編みで、次の目が鎖だったと思うんですけど、鎖の前々段っていうと普通に細編み編んでるところ、ここの頭のところに入れて、これで長い細編みを1目編みますっていうのが3段目。3段目以降ずっとこんな感じです。鎖を1目編んで次の長い細編みはスキップで、その隣の鎖の前々段1段目のこの細編みの頭のところに入れて長い細編みで鎖がゆったりめに1目1つスキップした次の目の鎖の前々段のこの細編みの頭に入れて細編み、はい、こんな感じでまた端まで編んでいきます。
端の方までずっと編んできました。で今長い細編みを編んで鎖を編んでいます。鎖っていうのが前段でこの長い細編みの部分になるので、ここをスキップした分の鎖を編んだら一番最後はマーカーのところに細編みを1目でこの3段目が終了です。はい、でちょっと長さをね測っていきます。そうしますと端っこに合わせるとだいたい21.5 センチぐらい、だいたい21.5 センチ前後ぐらいがベストかなと思います。はい、ではですね、ここからもう4段目5段目6段目と同じ編み方になるので、まずは2段目と一緒ですね。4段目は鎖を1つ立ち上げて裏を向けて、まず一番最初は細編みからなので細編みを1目編んで、でまたマーカー付け書いといてください。そしたら次が鎖になるので、鎖じゃなくって前々段、この長い細編みの頭のところを取って長い細編み鎖を1目で1つスキップするのが次の目ですね。でまた鎖のところの前々段、長い細編みの頭のところに入れて長い細編みを編む。でこうやってして普通に編んでるところは鎖でスキップする。で鎖のところはこの前々段の頭を取って長い細編みを編んでいくという感じで、このバッグの底に合うような高さになるまで編んでいこうと思います。底の部分が編めたら次はこの周りに細編みを編んでいきます。でこんな感じで変えてみたんですけれども、今こうずっと編んでって、こっちがこうなんですけれども、鎖を編んでこの糸端がこっちにある状態でダーッと編んでって右の方にあるんですが、こっちに向けて左に糸端が来るようにしてこっからぐるっと編んでいこうと思います。でこんな感じで今糸端がここにある状態ですね。ここがスタートって書いてあるんですけど、ここからずっとぐるっと一周編んでいきます。で増し目を角のところしないとくるっと丸みが出ないので、この上のところと下のところですね、上下のところの端の部分で増し目をしていこうかなと思います。でまず最初ですね、ちょっとこの増し目をするところからちょっとご説明するんですけれども、ここのところって鎖を35目編んだので35目分の細編みを編めると思います。で1目ずつ増し目をしていくので35プラス2で下の部分と上の部分は37目になるという感じです。上下37プラス37で74目になります。で次に左右のところを見ていくんですけれども、これずっと編んだ段数っていうのが30段編んであります。けど長い細編みと鎖で編んでいるので、普通の細編みで編み入れていくとここがビヨーンと広がってしまうんですね。なので今回はこんな感じ17目にしました。でこれは何でかというと、合計の目数を108目にしようと思います。でこれが何でかというと、模様編みが12目で1模様なので、それのかける倍数9で、12×9 で108という感じな、模様編みじゃない目数の数にしたいと思います。なので上下のところが37目37目で74目ということは、この合計の数から74を引いた残りの34目っていうのがこの右と左のこの合計の数ですよね。ということなので34割る2、2つ割った数っていうのがこれ17目と17目になります。だから上下左右合わせたら108目にしていただきたいので、この上って言ったら120目になると思うんですよね。で120目っていうとすごくね大きくなって、この割る数もここのところもすごく大きくなっちゃうので、108目がベストだと思います。なのでこの周りを編んでいった時にあれ108目じゃないなと思ったとしても、少なかったら108目になるようにプラスしてどっか1目ずつ1目とか2目とか3目とかそれぐらいだと思うんですけれども、増やし目をして108目になるようにしてみてください。目数が合わない場合は12の倍数で合わせるという感じで調節していただくと、ちょっと違ったとしてもいけるかなと思いますので、108目でいくようにしていきたいと思います。ちょっと今回申し訳ないです。こんな感じの目数になるんですけれども、これを元にして108目でずっと上まで編んでいくという感じにします。
それではこちらの方にずっと17目細編みを編んでいきます。で17目って2で割り切れないんですけれども、8目と9目に分かれるかなと思うんですね。で17目中のこの真ん中を割った感じ、これ一応マーカー真ん中よりちょっと左になってるんですけれども、こっちを9目とか8目とかに分けて、17目になるようにサイドのところはですねにしたいと思います。なので、どこに編み入れるとかでもなく17目になるようにここまで編んでいきたいと思います。上から下まで17目分の細編みを編んできました。そしたら次下の方に行くんですけれども、下のところは右端と左端だけ、増し目になるかなと思うんですね。なのでここ一番最後のこの細編みを編んだところ、鎖が見えてると思うんですが、このところに入れてもらって、ここで増し目分2目細編みを編み入れます。で編み入れたらもうそこからもう1目ずつになるので、ここのところですよね。下半目残ってるんですよね。下半目残っているところと鎖残っているところと交互にあると思うので、ここのところを1目ずつ編んで、今からずっとこう1目ずつ編んでいきます。で一番左端のこの細編み編んだところのこの鎖の目が残ってると思うので、ここのところに最後スポットを入れて細編みを2目編むという感じにしていきます。でここからずっと17目なので17目編んで、またこっちの方ぐるっと向けたら右端と左端だけ、ここのところだけが増し目になるので増し目をしてずっと編んで、最初の細編みの頭に引き抜くという感じで108目になるような感じにしてぐるっと一周編んでいきます。こんな感じでここからぐるっと編んできました。でこの上のところなんですけれども、鎖とそれから長い細編み、鎖長い細編みっていう部分になります。でこの部分を編んでいこうと思います。まず角のところは2目入れなきゃいけないので、細編みをまず2目今編み入れました。そしたら次隣のところ、これ長い細編み、ここのところが普通に細編みで、次の鎖のところはもういつも通りこの下のところを取って長い細編み編んでたと思うので、ちょっとここのところ長い細編みで、ここが普通の細編みで、次は下のところで長い細編みという感じで1目ずつ細編みをこうずっと編んでいこうと思います。ここからずっと端の方まで編んできました。で最後のところは細編みの目に細編みを2目編み入れています。で一番最初に編んだ細編みの頭に引き抜いて、これで底の部分が完成になりました。それでは側面1段目に行きたいと思います。鎖を1つ立ち上げて、根元のところからぐるっと1周細編みを編んできます。まず1つ細編みを編んだらマーカーを目印につけておきます。でここは108目あるので108目分ぐるっと普通に細編みを1周編んでいきます。ぐるっと1周細編みを編んできました。で最初の細編みの頭に引き抜いて終わってます。で次2段目になるんですけれども、次からが、模様編み編んでいこうかなと思うので、模様編みの1段目として数えて編んでいこうかなと思います。それではまず鎖を1つ立ち上げて、根元のところ、今ちょっとマーカーつけっぱなしなんですけど、ここのところに細編みを1目編みます。でマーカーを一番最初のところに付け替えておいて、で次から鎖を5目編みます。鎖を1、2、3、4、5と5つ編んで、3つ開けた次の目、今ここに入れてるので隣から数えて1、2、3で4つ目のところに細編みを編み入れます。1段目はこれの繰り返しです。で細編みを編んだら5つ鎖1、2、3、4、5で3つ開けた3目目ですね。1、2、3、4目目ですね。すいません。4目目のところに細編みでまた鎖を1、2、3、4、5と5つ編んで、1、2、3、3つ開けた4目目のところに細編みという感じでぐるっと一周編んでいきます。こんな感じでぐるっと一周編んできました。
で、細編みを編んで残りの目数が1、2、3と3目残っている状態です。で、細編みを編んだ次は鎖を5目編むので、1、2、3、4、5と5目編んで、一番最初に編んだこの細編みの頭に最後引き抜きます。はい、これで1段目の終了です。それでは次2段目です。2段目はこの鎖の真ん中のところまで引き抜き編みで移動させていきます。まずはこの隣ぐらいに入れて引き抜き編み1回で移動。で、もう1回ですね。入れて引き出してこのループを引き抜くで2回でちょっと移動させていきます。で、ここからスタートです。鎖を1つ立ち上げて、また同じところにスポットを入れて細編みを1目。で、ここが最初のスタートですよの目印でマーカーをつけておきます。マーカーをつけたら次は鎖を2目編みます。2目編んだら次は次のこの鎖5目のところに長編みを7目編み入れます。引っ掛けてスポッとそのまま側に入れてかけて引き出してきます。で、かけて2本を引き抜いて引っ掛けて次の2本を引き抜く。これで長編み1目編めました。で、次の目じゃない次に2目目で、次3目目ですよねという感じで長編みを7目こんな感じで側にスポットを入れて編みます。長編みを7目編んできました。そしたら次は鎖を2目編み入れます。2つで、次の鎖のところ5目編んだところにスポットを入れて細編みを1目編みます。で、また鎖を1、2、3、4、5と5つ編んで、次のこの鎖のところにまたスポットを入れて細編みを編みます。という感じのこの部分の繰り返しになります。今この細編み、細編みここですよね。編んだのがこの細編みで、次の鎖2目から長編み、ここまでずっと、同じ感じで編み入れるという繰り返しになります。なので細編み編んだ次は鎖2目だったので鎖を2つ編み入れます。ここ2つ編んだら次連続で7回次の鎖のところに長編みなので長編みを7回編み入れます。長編みを連続で7回編み入れてきました。で、今ここになってるので次鎖を2目編んで細編みでした。なのでここから鎖を2目で次の鎖のところに細編みでつけます。はい、今ここまで来ましたよね。そしたら鎖5目で細編み。鎖を5つ1、2、3、4、5と5つ編んで次の鎖のところに細編み。で、またこっちの鎖2目からこうずっと始まっていくという感じです。ここら辺見ていくとね、もうわかるかなと思うので、ここを参考にしていただいてぐるっと一周編んでみてください。ぐるっと一周編んできました。最後は鎖を5目編んで、で、一番最初に編んだ細編みの頭に引き抜きます。これで2段目の終了です。では次3段目です。3段目はこの長編みの頭まで引き抜き編みで移動をします。で、ちょっとね、ここのところ鎖があるので鎖を取っても移動させようかなと思います。この鎖の半目でもいいし、この裏山でもどっちでも大丈夫です。ちょっと半目に入れますね。上と下と半目がある下半目のところに入れて1回まず移動して、でまた次ですね。次のこの鎖の下の半目に入れて2回で移動。で、最後長編みの頭に入れて3回で移動させていきます。で、いつも長編みの立ち上げ方法っていうのでやってるんですけれども、こんな感じで長く伸ばしてこうやる方法なんですけれども、それでもいいし、鎖をこう3目立ち上げてっていうのでもどちらでも大丈夫です。私はもう長編みの立ち上げ方法でやった方が綺麗に見えるのは綺麗に見えるので、ちょっとそちらの方でやっていこうと思います。まずは長く引き伸ばしてぐるーんと引っ掛けます。で、今引き抜いたところのこの長編みの頭に入れてかけて引き出してきます。
で引っ掛けて最初のこの2本だけを引き抜きます。で指を離してからかけて全部を引き抜きますという長編みの立ち上げでやっていこうと思います。下の説明欄に撮ってる動画があるので、よければそちらの方も見ていただければなと思います。でそしたら次の目から数えて2目ですね。次の目1、2とここを長編みを編みます。であともう一回左隣の長編みの頭に長編みを編みます。でそしたら次の目ここのところに長編みを編むんですけれども、長編みを編んで鎖を3つ編みます。1、2、3と3つ編みます。で3つ編んだらまた同じ目のところに長編みを1目編み入れます。で編んだら次から連続で1、2、3と3回、あと残りの目ですね、長編みの目のところに入れて1個ずつ長編みを編み入れます。でまた隣でもう一つ隣。そしたら次は鎖を2目編んで前段で編んだこの鎖5目のところにまたスポッと側に入れて細編みを1目編み入れます。っていうのの今度は繰り返しになるんですね。ここまで来たら次鎖を2つで編んだらまたここが続いていくんですね。このところがここなので長編みのこの頭のところからまずは3回連続で長編みを編みます。長編みを編んだらその次がここですよね。長編み鎖2目で長編み鎖3目ですね、すいません、長編みだったと思うので次の目に長編み1目と鎖を3目でまた同じところに入れて長編みを編み入れますっていうのが今ここになるので、編んだら次は3回連続で長編みだったので3回連続隣から1で2、3と長編みを編みます。はい、今ここまで来てますよね。そしたら鎖2目細編みだったので鎖を2目でこの前段の鎖5目のところここにスポットを入れて細編みを編む。でまた鎖2目で始まるという感じですね。ここからまたずっとここにかけて始まるのでこの辺りを見ていただければわかるかなと思うのでこんな感じでぐるっと1周編んでみてください。ぐるっと1周編んできました。で最後は細編みを編んで鎖を2目編んでから最初のこの私は立ち上げてるところのこのマーカーつけたところで鎖3目編んだ人は鎖3目のところにこんな感じで入れまして引き抜きます。はい、これで3段目の終了です。では次は4段目です。4段目はここの部分で一番最初から4目一度しようと思うんですね。で長編みの立ち上げ方法でしていこうと思うんですけれども、できない方っていうかもう難しいなと思われる方は鎖を3目立ち上げてそのまんま次の目に入れて長編みの未完成を作っていくというやり方でやってみてください。ちょっとこの一番最初の立ち上げ方が違うだけなのであとは一緒になります。それでは長く引き伸ばす立ち上げ方法で立ち上げてくるっと引っ掛けて引き抜いたところに入れてかけて引き出してきます。で引っ掛けて最初のこの2本だけを中指で押さえたまんまでしてから手を離します。で4目一度をするのでそのまんまのこの2本になっている状態ですね。これで引っ掛けて次の目に入れます。で先ほど鎖3目と一緒で引き出してきてかけて最初の2本を引き抜くというこの未完成をあとこの2本作っていきます。かけてから入れて引き出して引っ掛けて最初の2本を引き抜きます。でもう一回ですね次隣の目に入れて未完成を作って3本とそれから一番最初の立ち上げですね、これになった状態で引き抜いてでここから鎖を5目編みます。1、2、3、4、5と
できたら前段で鎖を編んだところ、3目編んだところにまたスポット入れて4目一度またします。この段はね4目一度鎖5目っていうのがまあ基本になるので、引っ掛けてからまた鎖のところに入れて引き出してきます。で最初の2本を引き抜いて、これで1本、未完成ができました。あと3回ですね。引き出してきて最初の2本だけを引き抜きます。で今2目できました。で今で3目目で、あともう1回ですね。はい、1234と未完成と、一番最初のループで5本かかっているのを一気に引き抜いて4目一度をします。そしたらまた鎖を12345と5目編みます。鎖が5目編めたら次の長編み4つあると思うんですけれども、ここのところも同じく4目一度していきます。引っ掛けてまず右側の長編みの頭に入れて引き出して最初の2本を引き抜いて、これ未完成1本作りました。であと全部ですね、あと3本分やっていきます。はい、未完成4本と最初のループで5本、これを一気に引き抜いて4目一度にします。でしたら鎖を1つつけてみてください。ちょっと緩めにつけますね。っていうのの繰り返しをずっと編んでいく、この4目一度ばっかりを今回じゃないや、この段ですね、はい、続けていこうと思います。でまた次のこの模様編みのところにこれを作っていきます。4目一度4目一度のこれですね。この模様編みと模様編みのところに今度はこれを作っていって、間に鎖を1目作るという編み方になります。それではですね、また隣のところ、この4目長編みを1つずつ取って長編みの4目一度をしたいので、まずは1個目、はい、長編みの未完成4目になったらこれを一気に引き抜いて鎖を5つ12345と5つ編みます。そしたらこの鎖3目のところはそのまんまスポットを入れて、ここも長編みの4目一度なので今1目4目と4目と、それから最初のループで5本、これを一気に引き抜いて4目一度をします。そしたら鎖は12345と5つ、間は5つ5つですね、編みます。でまたここの長編み4目が来るので長編みの4目一度をします。はい、長編みの4目一度をしたら鎖を緩めに1つ編むという感じで、この模様編みをずっと続けてぐるっと1周編んでみてください。でこの間鎖の1つですね、これも忘れないでつけてみてください。あれからぐるっと1周編んできました。で今この模様編みの上にまた4目一度の模様編みを編んで、まだ鎖も編んでないので1つ鎖を編みます。で一番最初に編んだところのこの鎖のところ、ここに穴が開いていると思うんですけど、ここに最後引き抜きます。はい、これでこの段の終了です。では次5段目です。5段目は1段目からのリピートになります。なので1段目から4段目をこのままリピートしてずっと編んでいくということになるんですけれども、最初1段目ってこの細編みと鎖でつなぐ段だったと思うんですね。で今ここ引き抜いてこのバックしてですね、この鎖1目のところにそのままバックして入れて細編みを1目編みます。ここからもうスタートしたいと思います。で細編みを1目編んだらマーカーをつけて、ここからはもう1段目と一緒です。鎖を5目12345と5目編んで、この鎖のところここにスポッと入れます。入れて細編みでつなぐという感じです。でまたここから鎖を12345と5目編んで、次の鎖のところにスポットを入れて細編みを編みます。でまた鎖を12345と編んで、この鎖1目のところちょっとこうビヨーンとなってるんですけど、ここのところに入れて細編みを1目編むという繰り返しになります。
はい、もう一回すると、まずこの間鎖1目のところに細編みを編んだら鎖を5目です。鎖を編んだら5目のところですね、4目1度のところの間の鎖のところにスポットを入れて細編みを1目で鎖を5目、鎖5目編んだら次の鎖5目のところにスポットを入れて細編みで、また鎖を12345と5目編んで、この鎖1目編んだところにスポットを入れて細編みという感じでぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと1周模様編み編んできました。で、今ここまで編んでます。鎖5目のところに細編みで今つけてる状態なので、最後345と5目鎖を編んで、一番最初に編んだこの細編みのマーカーのところに最後引き抜きます。はい、これでぐるっと1周編んできました。で、これで5段目編めたんですけれども、次6段目からがもう2段目からのリピートになるので、下のタイムコードのところに2段目からここ、3段目ここっていう風な感じで書いてあるのがあるので、その2段目だったら2段目のところをポチッと押していただければ2段目に飛びます。で、3段目のところをポチッと押していただければ3段目のところに飛びますので、そちらの方を見ていただいて一緒に編んでみてください。で、またずーっと編んでって、ある程度高さが出てきたら次また動画でご紹介しようかなと思います。それでは次17段目です。まずは鎖を1つ立ち上げて、根元の引き抜いたところに細編みを1目編み入れます。で、マーカーを目印につけておきます。そしたらここからは1段目のリピートで鎖とそれから細編みですよね。で、編んでたところになると思うんですけど、次鎖を5目編んでました。その通りにまずは鎖をね5目編みます。4、5と5目編みました。そしたらこの玉編み、を作ったところですよね。長編み4目の1度したところ、そこのこの鎖1目の1目目編んだところです。ここのところに細編みで取り付けます。取り付けるというか細編みを編みます。はい。で、編めたらまた鎖を5目です。1、2、3、4、5と5つ編んで、今度はこの長編み4目の1度したところの間のところ、ここに細編み編んでたと思うので、ここに細編みを1目編み入れます。っていうのの繰り返しです。で、また鎖が5目。4、5と5目編みます。で、次がこの4目4目4目の1度したところのこの真ん中のところのこの鎖、ここのところに細編みを編みます。で、また鎖を5目。2、3、4、5と5目編んで、この間のところ、ここに入れて細編みという感じでぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと1周編んできました。で、まだ鎖5目編んでないので、1、2、3、4、5と5目編みます。で、次はここに真ん中のところに細編みだったと思うんですけど、一番最初ってもう立ち上げて、鎖1つ立ち上げてからもう根元のところ引き抜いたところに細編みを編んじゃってるので、ここはもう関係なく、ここの一番最初の細編み編んだところに最後引き抜きます。はい。こんな感じでこの段の終了です。では次18段目です。まず鎖を1つ立ち上げて、根元のところ引き抜いたところにまずは細編みを1目編んで、でマーカーをまたつけておきます。で、この段は細編みをずっと編んでいくんですけれども、これ鎖5目編んだところは鎖5目分の細編みなので5目分ですね、細編みを編みます。で、次細編みが来るので、ここは普通に細編みの頭に細編み。で、次鎖5目が来るので、ここのところは5目分の細編みという感じでずっと編んでいくと108目になるかなと思うので、108目分ですね、編んでいきたいと思います。で、こう側に入れるんじゃなくって、ちょっと半目を拾ってやろうかなと思うので、この穴のところが1目目のこの鎖になるので、ここに入れるか、下半目。
ですね。ここに下半目があるので下半目に入れてするかどちらでも大丈夫です。ちょっと私下半目に入れた方が入れやすいかなと思うので下半目に入れて編んでいきます。でまず1目編んでここは5目分なので次の鎖も下の半目に入れて細編み、今2目ですね。で3目で次が4目目で最後5目目と5目分の細編みを下半目に入れて編みました。そしたら次は細編みに来るので細編みに細編みでまた次からが5目分の細編みを編んでいくという感じで、こんな感じですね。こんな感じでまたぐるっと一周細編みを編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと一周編んで、それから最初に編んだ細編みの頭に引き抜いて終わってます。そこのところですね、きっちり角のところを合わせてこんな感じでやっていくと、高さ的に本当だったらねもっと伸ばせばピチッとはいくんですけれども、ちょっとこの模様の関係上これぐらいがいいかなと思うので、この時点で終わろうかなと思います。はい、こんな感じです。で次はですね、ここのところ今細編みを編んだだけなのでぐるっと一周引き抜き編みをしていきます。それでは引き抜いたその隣の目から引き抜き編みをしていきます。まず引き抜き編みを1目して、でマーカーを目印につけておきたいと思います。でまた隣の目に入れて引き抜き編みをするという感じでぐるっと一周引き抜き編みを編んでいきます。最後の目まで引き抜き編みをしてきました。そしたら糸処理できるぐらいに残してカットします。で残りをピーッと引き抜いて、ここでチェーンつなぎをします。とじ針に糸端を通したらマーカーつけといたところが一番最初の目になるので、この目をですね全部こんな感じで鎖の部分を拾っちゃって、で出ているところここに戻します。はい、こんな感じでできたので、もうこのまま後ろで糸処理をします。際をカットして、これで本体の部分が出来上がりになりました。で次はですね、これが出来上がったので持ち手のところを編んでいこうと思います。では持ち手はそこと同じ編み方で編んでいきます。まず糸端は糸処理できるぐらいに残して途中で結び目を作って、ここから鎖を61目ですね編んで、そこから編んでいこうと思います。でこれは7段まで編んでるものになるので、そこと全く一緒な編み方になります。わからない方は下のタイムコードのところにそこの1段目からっていうのであると思うので、そこをポチッとしていただいて同じ編み方で編んでみてください。こんな感じでずっと7段目まで編んできました。そしたら次は引き抜き編みを周りにしていきます。それではまず鎖を1つ立ち上げて、で等間隔にも入れていこうと思ってるんですけれども、まずはこの辺りに入れて引き抜き編みをまず1つしていきます。でここのところがちょっと広がってるので、こういった感じにして、引き抜き編みをしていこうかなと思います。次はこの辺り、はい、この辺りに引き抜き編みをして、で次はこの辺りかなっていうところに引き抜き編みをしていきます。今1回目2回目で3回目引き抜き編みをして、ここまで来たので次4回目ここに入れて引き抜き編みをしたいと思います。ここまで編んできたら次ここに1つ入れた方が角を出せれるので、一番最後は端っこのところに皆さん入れてみてください。でちょっとねこの糸玉を右の方に
ここに玉があると思うんですけど、右の方にやっておくと穴が小さくなるので、ちょっと小指で挟みつつやっちゃいます。でここまで来たら鎖1つ、これが角の部分になります。また同じとこに入れて引き抜き編み。そうするとね、今先ほどのこの鎖でこうカクカクっと角になるので、これでいきたいと思います。で今1個入れたので、その隣っていうと、ここからはね鎖の鎖じゃないや、半目取って模様編み編んでたと思うので、この半目のところとか、これはね全目残ってます。細編み鎖細編み鎖で編んでるところですよね。はい、ここのところ細編みを編んでるので、長い細編み編んでるところですよね、ここ。という感じで、ここのところは鎖が見えてるところ、これは全目を取る、これは鎖の半目しか残ってないので半目を取るという感じで、端まで引き抜き編みをしていきたいと思います。ここからずっと引き抜き編みを端までしてきました。そしたらここまでいったら角のところ、先ほどからずっと鎖1目で出してると思うので、鎖1目で角を出します。でまた同じような感覚で等間隔でここも引き抜き編みをしていくといいかなと思うので、等間隔になるような感じですね。で引き抜き編みをまた端までしていきます。はい、端までしたら鎖を1つ編んで、もうここで終わろうと思うので、糸処理できるぐらいにカットして、これで終わりたいと思います。引き抜いて、もうここのところはこんな感じでチェーンつなぎをしていきます。とじ針に糸端を通したら、この辺りぐらいにこう入れて、でまた出ているところに戻すという感じで、ちょっとこう角を作る感じにします。でもこのまんま後ろで糸処理をします。持ち手が1本編めました。で糸端がもう1本の方についてると思うんですけれども、これも後ろの方に糸処理をしてみてください。で同じものをもう1本編んで、それから次に行きたいと思います。それでは次に編んだものと、それからクリアバッグを合わせていきます。今こんな感じでかぶせてはあるんですけれども、この下のところがまだひっつけてないので、ここをまず最初にひっつけていこうと思います。こんな感じで表同士、こっちが表同士になってるんですけど、この底同士をひっつけたいので、こちらの編んだものを裏に返します。返しましたら、この裏向きになっている底の部分と表向きになっているクリアバッグの底同士を、こちらのダイソーさんの強力布用両面テープでひっつけていきます。両面テープを貼る時にはこんな感じでペタンコにして、こう底が見えるような感じにして貼っていきます。バッグの底に両面テープを貼ってきました。そしたら次にこの編んだもののこの裏返した底とバッグ底をこんな感じで合わせていきます。で合わせるんですけれども、一番最初にちょっともう貼ってしまった後なんですけども、再度ですねこうかぶせてみて、どの辺りにこの角が来るのかっていうのをまず決めてみてください。でそれを決めないと、やっぱり角と角をこう合わせてきちっと決めないと、次中の方がねちゃんと貼れないので、どの辺りに自分のこの角が来るのかっていうのを見ていただいて、それに合わせて端っこから貼っていこうと思います。ではまず最初に私はこちらの左の方からやっていこうと思います。でまず端っこをねしたいので、この一番端っこのちょっと隅をね外してカットしちゃいます。こっちの方もこの隅をカットします。でちょっとまだここは置いていく感じにしておきますね。この四隅のところ2箇所をカットできましたら、
こっちが裏側です。この中が表側になるので、この四隅のところちょっとねこう指を置いてもらって、この辺りに来るかなっていうところにちょっとペチャっと貼っちゃいます。今ちょっと1箇所貼りました。はい、貼りました。という感じで、難しいかもしれないので間違えたら外してみてください。ちょっと貼るのをねここまで間違えちゃったので、こういう時はねちょっとゆっくり外してみてください。はい、でもう一回再度貼ります。この辺り、はい、これでいいかなと思うので、はい、固定をしました。で今先ほどみたいにこう間違えたと思って今のこの少しのところだったら外してまたつければいいので、グルーガンとかだったらねちょっともうそれができないので、これは粘着テープっていうかこの両面テープでねしないとダメなんですけれども、そんな感じでもう大丈夫だなと思って決まったら、次もうここから外してもらってここを貼るという感じにしていこうと思います。こんな感じでひっつけてきました。そうするとそこのところがもうひっついてるのでふわふわしないかなと思います。でこれができたら次は上の部分をグルーガンでつけていきます。グルーガンで留める前にまずは数箇所こんな感じでクリップで留めておきます。でこの模様編みが編んでる時にちょっと右の方に傾いて遮光してるかなと思うんですけれども、それをなくすためにまっすぐ模様編みをなるようにしてこんな感じでクリップで留めてみてください。でそれからグルーガンですね、ちょっとまだ温まってないんですけれども、温まったらこの真ん中からつけていこうかなと思います。それでは真ん中のあたりのクリップを外してグルーガンを塗ります。で塗る時にあんまりべちゃっとつけてしまうとグルーガンの跡がついてしまうので、こう伸ばすような感じで塗ってみてください。で塗れたら真ん中のところにあたりですね、真ん中あたりにこう1点プチッとつけちゃいます。ここをねいっぱい出しちゃうとここのところがブニュッと出たのがグルーガンの跡がわかるので、薄めに塗っていこうと思います。くるっと一周グルーガンでつけてきました。でここのところ薄く伸ばして貼ってあるので、この貼ったところっていうのがそんな目立たないかなと思います。はい、こんな感じにできたので次は持ち手をつけていこうと思います。まず一番最初にメタルホックをつけていこうと思います。で私の場合はこの一番下のところからずーっと上がってこのメタルホックの真ん中のところ、ここまでが4センチの間隔にしました。こっちも4センチになってます。でもこれはお好みになるのでご自分でお好きなところにつけてみてください。まずは持ち手を半分に折って真ん中のところを出します。で真ん中を出したらこの持ち手の真ん中のところ大体のところですよね、ここに合うようにまずは真ん中にクリップで1個留めます。でこんな感じで沿わせて左右のところもクリップで留めます。留めたらこの長さが出てくると思うんですよね。ちょっと今こっちの方が長かったので、そういうところも調節しながらこんな感じで合うかなっていう風にしてみてください。だいたい同じセンチの長さになったので、ここからメタルホックをつけていくんですけど、私は下から4センチというとこの辺りですよね。4センチだいたいこの辺りぐらいということなので、この辺りにメタルホックをつけたいと思います。はい、こんな感じです。で片一方つけたらもうこれに合わせて全部この長さにしていただくと同じ感覚になるかなと思うので、ちょっと今こっちつけちゃったんですけれども、こんな感じで合ってるなと思ったらもうここに
決定です。とりあえず1個こう決めた方がいいかなと思うので、決めたらこの後ろに留めるものをパチッとはめ込みます。もう今はめ込みました。これで固定ができたので、またこちらの方も同じような感じで合わせて、ここのところにメタルホックをつけていきます。メタルホックをつけてきました。そしたらまたもう一度同じような感じでここに合わせて、ちょっと様子を見ていきます。これぐらいかなっていう感じになったら、この残っている糸玉の糸端でかがっていくんですけれども、だいたい3倍ぐらいがいいかなと思うので、この辺りぐらいからまず1倍で折り返していきます。これで2倍で3倍ということで、3倍ぐらい残してカットします。糸はこれだけ残りました。で、とじ針に糸端を通してここからかがっていきます。それでは持ち手後ろかがっていくんですけれども、右側でも左側でもどちらでもお好きな方向からやってみてください。私はいつも左の方からするので、ちょっと左から始めていこうかなと思います。それではこの根元のところまで来ると、かがるとちょっとキュッとなりがちなので、少し上のあたりですね、1センチぐらいもいかないぐらいの上のあたり、このあたりぐらいにちょっと開くぐらい、ここからちょっとスタートしていきます。で、かがるのはこっちの前面見えてます。この鎖のところ、こっちも鎖のところを取っていきます。で、糸端をちょっとこっちの方は少し長めに残していこうかなと思うので、長めに残して、でもう一回ここのところをくぐらせます。で、ちょっとギュッと縛っておきます。で、再度前の方を向けて、これぐらいで大丈夫かなっていうのを確認して、ここで OK だったらもうここでこうずっとかがっていくというふうにします。ではですね、ここから一つずつ鎖と鎖ですね、こんな感じで取って上まで、上じゃないやここまでですね、ずっとかがっていきたいと思います。ここからずっとかがってきました。で、表を見てこんな感じで大丈夫だなと思ったら、一番最後はここを2度ぐらい通します。はい、私もこれ2度通してるんですけど、そしたらこの閉じたところに入れまして、ここでキュッと締めます。はい、でそしたらもうこのかがっているところの中にずっとくぐらせて、で出して際でカットして、これで一つ取り付けができました。でもう一本の方ちょっと長めに残しておいてくださいって言ったと思うんですけれども、ちょっとこっちの方も処理をしていきます。またこちらの方もとじ針に糸端を通したら、ここをねちょっと再度こうチェックをしてですね、ここでまた微調整も効けますし、もうちょっとここなんかちょっとおかしいなと思ったら、このピラピラしたところもグルーガンで留めていただいてもいいかなと思います。私はもうこのまんまで終わろうかなと思ってるんですけど、で今ここかがったところもまた再度、これもう1回ぐらいもかがってると思うんですけど、こんな感じでちょっとギュッと締めるような感じにして、これも中に入れて処理をしていきます。このまんまずっと中に入れて、でちょっと遠くに飛ばして、はい、これで出来上がりです。で際でカットします。こんな感じで持ち手もつけれました。で私はもう片一方もつけてあるので、皆さんは同じような感じでもう一方の方もつけていただいて、これでバッグの完成になります。こんな感じで最後まで仕上げてきました。でぐるっと一周回しますとこんな感じになっております。バッグの内側の部分はこんな感じに仕上げてあります。こういった感じですね。つけたのもね全然わかんないかなと思うんですよ。こういった感じで、そこのところがやっぱり両面テープで貼り合わせてあるので気になる方もいらっしゃるかなと思うんですよね。
パッと見た時に気になるなって思われる方は、私一番最初に言ったかなと思うんですけれども、ダイソーさんとセリアさんのバック底板ってかなり大きい底板のものが手芸のコーナーに売ってるので、それをこの底にちょっと小さめに合わせて鉛筆とかで線引いてもらって、でハサミとかでも切れますので切ってそこに引くとわからないんじゃないかなと思うので、気になる方はそんな感じで試してみてください。はい、今回はこんな感じのダイソーさんの糸とダイソーさんのクリアバッグを合わせて涼しげなバッグを編んでみました。これからの季節にぴったりな感じのクリアバッグになってるかなと思います。で、アレンジを加えてこんな感じにも素敵になりますし、あと材料費もそんなにもかからないかなと思いますので、よろしければ今年の夏チャレンジしていただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。